あら、シドじゃない。ちょうどよかった。聞いてくれる？どうしたんだ、シャーリー。何かあったのか？実はね、大事な天秤がなくなっちゃったの。ミドが作ってくれたものなんだけど、学ぶのに使えそうだからって子供たちに預けてたのよ。そしたらいつの間にか見当たらなくなってて、あの子たちは知らないって言い張るんだけど、何か隠してるようにしか見えないのよね。ねえシド、なんとかして子供たちから天秤について聞き出してくれない？それくらいなら構わないさ。助かるわ。あなたにならきっと正直に話してくれるはず。ミドがくれた大事な天秤だもの。もしあの子たちがなくしてたならしっかり注意しなきゃ。この時間なら子供たちはアトリウムにいるはずよ。それじゃあよろしくね。ハルポクラテス、あんたの知恵を貸してほしい。バリスゼア食機構という本に書かれた食材についてだ。もちろん構わん。あの本はわしの愛読書の一つだからな。さては、古風な言い回しに難儀しておるのだろう。知りたいのはどの食材だね？トビトカゲの肝とドラゴンの薬草。揚げ物の料理に使うらしい。おお、トビトカゲの揚げ肝か。ザンブレクの一地方に伝わる古い料理だ。その食材、まずトビトカゲの肝とはワイバーンの肝のことを指す。ワイバーン。あれがトビトカゲなのか。ザンブレクは古くから召喚獣バハムートを擁している。それに比べればあらゆる竜はトカゲと変わらぬよ。海辺で育つワイバーンの肝が一番と聞く。青い体表をした種を探してみるといい。わかった。ではドラゴンの薬草の方は？そちらノースリーチ北の海岸に自生するセイントボンネットの古い呼び名だ。山吹色の花を咲かせる香りの強い薬草でな。こちらも海沿いを探せば見つかるはず。あの辺りであれば2つの食材を集めるのにちょうどいい場所かもしれん。助かったよ。これで食材を調達できそうだ。健闘を祈るぞ、クライブ。料理ができたらぜひわしにも食べさせておくれ。クライブ。グツ、何かあったのか？どこか落ち着かない様子だが。クライブにはお見通しみたいだね。それじゃあちょっと相談してもいいかな？ああ、話してみろ。実は最近ダリミル宿場の行商からカロンばあさんのことで気になる噂を聞いたんだ。ばあさんが金儲けのために戦を広げようとして危険な連中に武器を売りさばいてるって。別に金儲け自体はいいんだけど、やり方がばあさんらしくなくてさ。本当かどうかばあさんに確認したいんだけど、俺怖くて聞けなくて。クライブから聞いてみてくれないかな？カローンと話してみよありがとうクライブ。ばあさんが何て言ってたか後で教えてくれる？う。わかった。そこまで大事じゃないといいが。カローン、調子はどうだ？まずまずってところだね。ところで商売はうまくいってるか？どうもこうも相変わらずだが。なんだい、今日はやけに絡むじゃないか。さてはあんた、何かよからぬことでも耳にしたんじゃないのかい？やれやれ。かなわないな。あんたが危険な連中と武器を取引してるって聞いてな。そんな話、一体どこで聞いてきたんだ？俺が直接聞いたわけじゃない。ダリミル宿場の行商がそんな噂をしていたようだ。まったく、そんな根も葉もない噂信じるんじゃないよ。そりゃあ昔はやんちゃな商いもしたっさ。
だけどそれはもう過去の話。今はもうまっとうに商売してるんだから。疑っていたわけじゃないよ。念のため確かめに来ただけさ。クライブ、あんただって暇じゃないだろう。自分のことに集中するんだね。ああ、そうする。邪魔をしたな。グツ、カローンに話を聞いてきたぞ。ばあさんはなんて？根も葉もない噂を信じるなと。あの様子じゃ本当にそんな商売はしてないだろう。以前は手を染めていたようだが、少なくとも今のカローンは金儲けのために戦を広げるようなやつじゃないさ。そうだよね。よかった。俺はばあさんを信じるよ。でも昔のことだとしたら、なんで今頃そんな噂が流れたんだろう。確かにそれは気になるな。噂の出所を探った方がいいかもしれない。うん、そうしよう。俺、噂が流れてたっていうダリミル宿場に行ってみる。クライブも一緒に来てくれると嬉しいけど。もちろんだ。協力しよう。ありがとう。それじゃあ後で向こうで合流しよう。わかった。どうしよう。やっぱり誰かに聞いてみようか。ダメ、僕らで何とかしなくっちゃ。うわ、シド。お前たちちょっといいか。チャーリーが探している天秤のことなんだが、それは。なんでもないよ、シド。これは天秤なんかじゃないから。それが天秤か。正直に言うんだ。お前たちが壊したんだな。ごめんなさい。でも壊したんじゃないよ。バラシなんだ。ミド先生が教えてくれたの。バラシって、ミドから分解を教わったのか？うん、僕たち先生みたいな天才貴公子になりたいんだ。ミド先生が言ってたの。バラシと戻しを覚えれば何でも作れるって。なるほど。なら戻しもできるはずだ。早くその天秤を元に戻そう。これは初めてだったから元の形に戻せるか自信なくって。これが土台になるのはわかるんだ。でもそこから先がちょっと。どうやらお前たちは戻しを学び直さないといけないらしい。よし、俺が手伝うよ。一つ一つ組み立てるとしよう。さてお前たち、ここにあるのはただのガラクタじゃない。それぞれが部品として組み合わさった天秤となっていたはずだ。どの部品にも決まった役目がある。役目を考えてみるといい。アルトゥルは土台の部分はわかると言ったな。それじゃあ他の部品も見ていこうか。奇妙な形の金属だな。天秤のどの部分に使われていただろうか。これ面白い形。チョコボの羽みたい。そうだ、シドってチョコボにも乗れるよね。今度乗り方教えてよ。ああ、いつかな。だが今は天秤に集中しろ。あ、これ上の方についてた部品じゃない？端っこから何かぶら下げてた気がする。なかなか鋭いじゃないか。ぶら下げられそうな部品とはどれのことかな。この皿には何やら鎖がついている。しかも2つあるが、どう使えばいい？僕覚えてるよ。2つのお皿に重りを乗せるんだ。そうそう、天秤ってどっちが重いかを測る道具なんだよね。グツとオット、どっちが重いかもわかるかな？それはさすがに無理だろう。やっぱりさ、この鎖が怪しくない？どこかにくっつけるとかさ。いいところに気がついたな。こいつをどの部品につければいいか考えてみるんだ。かなり細かい作りの歯車だ。お前たちは歯車を知っているか？うん、ミド先生のダンジョンにもあった。ぐるぐる回る部品だよね。ミ
ミド先生が作った装置にたくさんついてるよ。大学ってところでもいっぱい作ったんだって。ああ、気候学の基本となる物を動かすための部品らしい。こいつは天秤にどう使おう。天秤に物を動かす場所なんてあったかな。確か重りを測るときに動いてた気がする。でもどんな風に動いてたっけ？これって小さな部品でしょ。まずは他の大きな部品をくっつけてみない？それで動かなそうだったらどこかに歯車を使うと思うの。悪くない発想だ。歯車を使う場所は後で考えてみよう。